皆様こんにちは。JICA 横浜の熊谷光子と申します。皆様方におかれましては、平素より JICA 横浜にさまざまなご支援ご協力をいただきまして、心よりお礼を申し上げます。JICA 横浜は神奈川県、山梨県を中心とする地域の皆様と開発途上国を結ぶ結節点として横浜みなとみらい21地区に位置し、館内にはエスニック料理を楽しんでいただけるレストランもございます。 JICA 横浜では JICA 事業の中でも日本人の海外移住の歴史的資料の収集、保存、研究、展示、日系社会支援関連事業、民間企業の皆様の海外展開にご協力する事業、地域の方々が海外で行う草の根技術協力事業、JICA 海外協力隊などのボランティア派遣関連事業、海外の行政官等の人材に対する研修・留学事業など、これらを主として行っております。その中で ODA を活用した中小企業 SDGs ビジネス支援事業を実施しているのをご存知でしょうか。本事業を通じ、日本企業の誇るべき製品・技術がさまざまな開発途上国で役立っています。今回、本事業を活用し海外展開に取り組まれている企業様の生の声をご紹介いたします。今後とも地域の皆様方のお力をお借りしながら、開発途上国地域のさまざまな課題に応え、企業様の海外展開ビジネスの橋渡しをしてまいりたいと思っております。日本の民間企業はさまざまな分野で優れた製品・技術を有しており、開発途上国の社会的・経済的課題の解決に貢献する可能性を持っています。そのため JICA では日本の民間企業との連携により、ビジネスを通じた途上国の課題解決につながることを目指した事業を展開しています。持続可能な開発目標 SDGs では、貧困からの脱却と持続可能な開発を実現するため、民間企業の技術やアイディアによる貢献が期待されており、開発途上国で多様なビジネスチャンスが拡大していくものと考えられます。 JICA の事業を活用していただくメリットとして大きく3つが挙げられます。 JICA は途上国におよそ100カ所の事務所を持っております。またこれまでの国際協力から途上国との人的ネットワークであったり信頼関係を有しています。さらにこれまでの経験から現地事情に精通した職員や各分野での専門家が持つ現地情報を提供することができます。本事業は途上国の課題解決につながる可能性のある製品・技術・アイディアを持つ企業の海外事業化調査や普及・実証を支援します。企業が海外展開を実現することで途上国の課題解決につながることを期待するものです。また広く活用いただくことで各地の地域経済活性化にも役立つことが期待されます。中小企業 SDGs ビジネス支援事業には3種類あり、すべて対象となる国は途上国のみになりますが、 JICA は企業が途上国へのビジネス展開にあたって現地調査のために渡航される際の旅費や現地での活動費などを負担いたします。アムコン株式会社はフィリピンで問題となっている浄化槽泥による水質汚染や非衛生的な環境を改善すべく、自社のスクリュープレス式の脱水装置の普及事業を行いました。
社はやっぱり中小企業ですので、自力で自分たちでマーケットを開拓していったっていう自負はあるんですけども、どうしてもアクセスできないお客様っていうのがいらっしゃいまして、で特にその JICA さんとか、横浜市さんとかと一緒にやらせていただいて、コラボレーションできたのはその自治体ですね。地方自治体、現地の自治体の方々にお会いできたっていうのは最大のそのメリットという我々にとっても一番大きな成果であって、我々が突然訪ねてっても会えないような方々がもう場をセッティングしていただいて、JICA さんのセミナーに参加したら市長さんに会えるとか、横浜市さんのつながりでもうすぐ市長さんの背を返していただけるとか、そういうところでその自治体行政機関ですねにアクセスできたというところは最大に我々にとっても大きなメリットでした。トイレとかちゃんと下水の設備がきちんと整備されていないので、各お家に大きなタンクを地中に埋めておりまして、そこから溜まったら業者が来て引き抜いてっていうような形の下水処理をフィリピンはしているんですけども、引き抜いた後にそのままそのため池に流すっていうような状況が見て取れました。そこで、当社の当時の担当がこのため池にそのまま汚い水を流すのではなくて、ため池に入れる前に当社の汚泥脱水機を入れて脱水処理をすればよりきれいな水をため池に流すことができるということで提案したのがきっかけであります。すごくやっぱ実機が動いて現地で動いているっていうのはすごく分かりやすいと言いますか。でもともとそのまま汚いものを捨てていったものが当社の機械を通してすごいきれいになって出てくるっていう、目で見て分かるとはすごくアピール力としてはすごく大きくて、で実際にセブ市に入った後もそのセブに入ったっていうことをフィリピン各地の市長さんが見学にいらっしゃって、でこれうちにも欲しいってお話いただいて、その後バギオ市とターラック市っていうところに2軒入ってまして、アピールとしてはすごくセブがきっかけで横展開もできてまして、すごい良かったなと思ってますね。はい。株式会社グーンは廃棄物問題が大きくなりつつあるフィリピンに進出しました。優れた廃棄物リサイクル処理技術を輸出することで現地での環境改善、リサイクル事業の活性化などが期待されています。まず廃棄物の埋め立て処分場を出した。埋め立て処分場にはですね、食べ物ゴミとかプラスチックゴミとか、それから、中にはですね、病院から出てきたと思われる医療系廃棄物と思われるものもそのままの状態で捨ててあって、そのすぐ近くにですね、いる住民がその埋め立て処分場ができて、で缶とかペットボトルとか段ボールなど売れるものを拾って、それを売っているということになります。人口増加に伴い廃棄物が増え続けるフィリピンにおいて、廃棄物処理技術の導入は急務となっていました。株式会社グーンが持ち込んだリサイクル処理技術や廃棄物管理技術によって環境改善はもちろん、リサイクル事業の活性化、廃棄物埋め立て量の削減につながっています。株式会社大隅は省エネルギー化の必要性が加速するベトナムにおいて、簡易測定法を用いた省エネ診断および対策提案事業の案件化調査を行いました。エネルギー効率の悪い企業・施設において簡易測定を実施し、大幅な省エネ化への提案を行いました。最初はですね、診断に行った時にはですね、弊社はもう省エネ対策なんかいろいろやってますよと、果たして省エネなんかありますかねみたいな感じでおられますけれども、実際にこういうようなところでこういうふうな省エネの可能性ありますねっていうのを本当に見える化してあげると、
非常にびっくりされて非常に喜んでくださるっていうのが現状ですね。まだ日系企業中心なんですけれども、日系企業さんの省エネ診断とか省エネに向けてのコンサルティング的なところをですね契約を結びまして始めてますし、あとダナン市の上水道の浄水局みたいなところのですねポンプの高効率化ということで、それはJCM の設備補助事業につながったんですけれども、そういったところにつなげていって一応一つの成果を上げてきておりますので、引き続き展開していけれたらいいなというふうには思っております。もう今までずっと海外展開していきたいねっていうのも随分前から言ってはいたんですけれども、それが実現しなかったっていうのが現状でした。ですけど今回本当に現地法人立ち上げまで来れましたんで、とりあえず今ダナンを中心にやってますけれども、当然ながらですねホーチミンの方がビジネスチャンスはもっともっと大きいわけですので、ホーチミンハノイにですね早く展開していきたいというふうに考えております。でそこでベトナムでうまくいきましたら近隣の国々にも広げていきたいなというふうに考えております。まだまだ努力すべきところたくさんありますけれども、一歩一歩ですけれども前に進んでいってるかなというふうに思っております。株式会社インフォマティクスはフィリピン・パンガシナン州において台風や洪水時などの緊急性の高い災害に対応すべくクラウド技術を活用した地方自治体レベルでの地理情報システムの普及・実証事業を行いました。これにより速やかな防災情報の共有が可能となりました。きっかけもやっぱり日本と同じように災害が多い地域ということで、それで日本で培ったノウハウみたいなものを現地で活かせないかっていうところをちょっとアピールさせていただいたところが、ございます。フィリピンのですねパンガシナン州というルソン島の北部にございます州で、州とその州の中に含まれる3自治体合わせて4つの団体様向けに、防災情報をそれぞれ共有できるようなそういった地理情報システムを収めさせていただきました。やっぱり実際にその入れた後でですねパンガシナン州行った時にですね街中にジオクラウドで作った避難経路の情報ですね、それのサインボード大きい掲示板になるんですけども、そちらが街中にあってですね一目でですねどこに逃げたらいいのか分かるような、例えば高潮の警戒情報ですとか、あるいはその浸水の予測ですね、そういった情報を実際に台風が来るとかですね、そういう被害が起きる前に市民に広報できるようになったというところがあります。現地に行きましてインフォマティクスって言いましてもなかなか分かってもらえないと思うんですけども、JICA さんっていうとっていうどこに行ってもフリーパスといいますか、信用していただけるっていうところでですね今回も地方政府ですとか中央政府のどこに行ってもJICA さんとの事業ですっていうことでスムースにいろいろな決め事ができたっていうことがございまして、非常にありがたく思ってます。やっぱり最初もう本当に右も左もわからない状態でいろいろその展開をさせていただいたところがございますので、本当に一から手取り足取りいろんな方法を教えていただいたりですとか、やっぱり現地事務所がございますので、そちらの方でですね現地の情報を事細かに教えていただいたりですとか、またその橋渡しもいろいろ現地企業さんともですねさせていただいたりですとかしていただいたりですとか、そういった点でですね本当に非常に助かりました。
日の出産業株式会社はフィリピンにおいて汚水処理技術の向上、水質汚染による健康問題を改善すべく分散菌処理システムの導入案件化調査を行いました。これにより現地の環境改善、衛生意識の改善、雇用の創出が期待されています。まだあくまでも調査なのではっきりしたことは言えませんけどミニパイロットをやった時点では水質はかなり向上したというのは確かです。でやはりうちの技術が向こうでうまく適用するというのも実感としてありました。でまた他の方たちもかなり興味を持ってくれたので、この先いろんな形で対応できたらいいなとは思ってます。技術だけじゃなくいろんなもので私たちが考え直さなくちゃいけないこともありまして、で私たちもやはり帰ってきてこのままじゃダメだよねっていうことでコア技術のマイクロバブルの海外用、特に途上国用、開発国用の割と安価で、機能はある程度保てるというものの開発もしました。いかに私たちの技術が役立つか、 SDGs に役立つかっていうことも身をもって感じられるというのもあります。ただ中小企業とか小さな企業がそのまま海外に出ていくというのは大変難しいっていうのはありますし、失敗して帰ってきましたっていうわけにもいかないんですので、よく考えてやっていく。それから今回は私たち JICA の普及実施を使いましたけど、こういう形で一つちゃんと市場を調べられる状態から万全と出ていければとてもいいブルーオーシャンだと思ってます。ですから我々も単独っていうわけじゃなくてですね、コンサルの方とか横浜市さんとかですね、 JICA さんとかジェトロさんとかまた現地の JICA さんとかですね、いろんな助けがありましたんでですね、なんとかここまで来れたと。現地の皆さんの JICA の信頼度っていうのは非常に大きいんですね。で JICA のプロジェクトだっていうとそれなりに皆さんある程度リスペクトして受け入れてくれるというところがありますし、ただこれがビジネスだけで言っていたらやはりそういう相手としか接点がないところをちゃんと向こうの行政なり政府なりがそれなりに私たちの技術をちゃんと見てくれるというのは非常に大きいと思います。メビオール株式会社は高品質高栄養価な農作物の安定化栽培を可能とする特殊フィルムを用いた iMEC システムをケニアに導入する案件化調査に採択されました。乾燥地での新たな農法に大きな期待が寄せられています。そうですね、この技術っていうのはSDGs にも非常に合致するというふうにいろんなところから評価もされておりまして、特にやっぱりその節水型の農業、持続可能な農業をこのフィルム農法というのは実現できると考えています。まさに今コロナのパンデミックで非常に我々渡航できないとか制約を受けているわけですけれども、逆に今コロナのせいで例えば自国での農産物の生産といったことは逆に注目をされているのではないかと考えておりまして、今回の事業で成功すれば海外へ展開していくいいモデルになるんじゃないかというふうに考えています。実はこれ UAE で試験的にもうすでにやっておりまして、非常に自然環境の過酷なところでもこのフィルム農法で、甘い栄養価の高いトマトを作ることができています。で砂漠ですと本当に日照が豊富で日本よりもよほどたくさん取れるし味もいいという結果を得ていますので、アフリカでも非常にいい結果が出るんじゃないかと考えています。発展途上国に貢献できる技術をお持ちで、ただやはり人材や資金が必ずしも潤沢ではない中小企業の方にはぜひ JICA さんの民間連携事業を活用されることをお勧めしたいと思います。
株式会社三義協はミャンマーで気象情報を用いた鉄道運行安全性向上に関わる案件化調査を実施しました。鉄道沿線の気象情報を正確に観測するための観測ネットワークを提供することで鉄道の安全運行が期待されています。現在は時速かなり遅いスピードで運行されているというのが現状になってまして、で今後ですねJICA さんの、案件でヤンゴンマンダレー鉄道整備事業というのがありまして、それが終わった際には列車の方は100キロのスピードで走る予定になってます。そうすると今の、30キロぐらいマックスで30キロぐらいなので約3倍以上のスピードで走ることになりますので、その際にも気象情報を使うことで、安全運行に寄与できるというふうに考えております。今までその気象を鉄道の運行に利用するっていう考えがまずなかったので、かなり新鮮に思われているようです。で、一応それ以外の面に関しては JICA さんのプランの方でかなり手厚く安全面の方確保できますので、今回の理解していただいたっていうのもあるんですけど、かなり期待をしていただいているというふうなことです。やはりですねJICA さんの案件で、政府関係にお伺いするということはより深くというか協力体制がかなり、民間企業一社で行くよりは全然違います。その点ですねスピード感を持って向こうの方政府のものを対応してくれますので、その点でスピードアップができるかなというふうに思っています。まず多分一民間企業が政府に行って提案をした場合にですね多分話は聞いていただけると思います。ただ、今回の調査の中で各駅を回ってみたいなその大掛かりな調査っていうのはやはり JICA さんの案件だからこそできたのかなと思っています。であとはですね現地の事務所の方からですね状況とか今コロナの関係で行けないので情報を逐次いただいたりとかしてですね、それによってどういうふうに対策を練るかっていう考えもできますので、その辺もかなり助かっているところです。株式会社東横エルメスはベトナムに進出を果たしました。ビル建設やトンネル工事などにおいて問題となっていた大規模な事故などを是正すべく安全管理のための計測機器と警報システムに関わる基礎調査を実施しました。今後普及実証ビジネス化事業を通してインフラ建設現場での大幅な安全性向上が期待されています。我々携わるその建設業界ですね、東京オリンピックが終わると、少し需要が減ってくるんではないかという予測があったものですから、このままで国内だけの業務ではなくてですね、少し外に目を向けてもいいのかなというふうに考え始めたところでした。インフラ工事がかなりもう進んでおりまして、例えば道路建設ですとか、鉄道工事ですとか、そういったものの中でですね大きな事故もあったようですし、その中でその安全管理ですね工事の安全管理というものがまだ確立されてないということだったものですから、我々が日本で培った実績がありますので、そういったものをベトナムの方に還元していこうということですね。より早く安全に施工するお助けをするということですね。すでに調査段階で、現地のですね代理店候補2社ともうすでにコンタクトを取っておりますので、まずはそこから我々の製品を使っていただくというのがまず最初で、そこから何年後には現地法人ですね、ローカルの企業さんと一緒にタッグを組んで、現地法人ができればいいかなというふうに考えております。日本の技術ってやっぱり世界でもトップレベルだと思うんですが、ただ海外に進出するにあたってやはりなんでしょう、資金の部分だったりとかマンパワーの部分だったりとかが足りなかったりとかして、なかなか難しいところもあるかと思いますが、今回の事業みたいに、JICA さんの方がバックアップしてくれるということであれば、非常にですね夢とロマンを持って、出ていって挑戦していただきたいなというふうには考えております。JICA は信頼で世界をつなぐというビジョンのもと、
民間企業との連携を強化しながら開発途上国の発展、ひいては世界の安定と日本の繁栄のためにこれからも最善を尽くしていきます。